紀伊半島南部、熊野の聖地の玄関口である紀伊勝浦駅にやってきました。今日ここから向かうのは熊野三山の一つ、那智山です。おお、ハイキング用の杖立が用意されています。なんと親切。この男前な遍路杖を引き連れていくことに。大社まで約40分ほどの山道。さあ、巡礼を始めましょう。杖を鳴らして巡礼する人々の姿は1000年以上変わらないんですよね。かつての関所跡であるこの橋を渡ると、那智大社の聖域に入ります。地元の農家の無人販売でしょうか。こちらは大門坂茶屋。熊野古道中辺地大院町のスタンプが置いてあるのはここです。さらにこちらの茶屋では平安衣装を借りての巡礼体験ができます。しかし林道でこんな人とすれ違ったらちょっと怖そう。いよいよ古道の入り口。ここにそびえるのは樹齢800年を超える夫婦杉です。まさに神域に突入したような空気を感じます。鳥居をくぐり、境内に足を踏み入れました。最初に見えるのが宝物殿です。その奥が霊殿。ご主神は日本神話のイザナミの命、日本創始の神様です。万物生成、諸願成就の結びの宮として崇められています。霊殿横には神の使い、ヤタガラスの社。なでしこジャパンのシンボルでもあり、熊野の地に初代神武天皇を導いたとされます。
樹齢約850年の大楠です。願いを込めて体内くぐりをすることができます。那智大社のご神木として祀られていて、幹回りは約 8.5 メートル。樹高は27メートルです。霊殿を守るように覆いかぶさっていました。東門を抜けると青岸戸寺。元は那智大社と一体で、明治の神仏分離まで廊下でつながっていたそうです。この本堂、古い天然木がかなりの渋さでかっこいい。豊臣秀吉によって再建されていて、国の重要文化財に指定されています。外国の方が大層丁寧に煙を浴びていました。切実な祈り事がありそうですね。5世紀頃、熊野に漂着したインド層により開山された青岸戸寺。やはり別格な歴史の那智山です。本堂裏にあるこちらの石碑は昔の住職による歌碑ですが、この向こうに次なる聖地の円形を拝めることができます。熊野信仰の始まりとなった日本一の落差を誇る那智の滝。この場から水しぶきを感じることができます。落水量はなんと毎秒1トン。滝の前から勝浦駅までバスが出ています。こちらも1時間に1、2本ぐらいですね。相棒、お世話になったな。駅前に戻ってきました。ここで買いたいものがあります。そう、熊野の地酒。はい、お願いします。はい、はい、この隣の新宮市のお酒になります。はい。
まで大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい。はい。袋は？大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ます。ありがとうございました。地酒買いました。どうかな、飲んでみよ駅から徒歩15分ほど、勝浦港にやってきました。周辺ホテルへの送迎はこの亀ボートくんです。平和な港。紀伊勝浦ってマグロの水揚げ高が日本一なんですね。小物の米、小物のお水の地酒。うん